どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年29号ワンピース最新話1053話新しい皇帝たちを考察していきます。この1053話はいつもよりページ数が少ないのに考えることや過去の考察の答え合わせなど大盛りの神回です。故に今回は動画を2つに分けました。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1053話のスタートは聖地マリージョアでブチ切れている無能星こと五老星。どうやらルフィの手配書が太陽の神ニカ状態であり、さらに隠せと命令した D の名前も目を通していないぞと怒りまくっている模様。これが1053話の話数の語呂合わせ一つ目、トウさん。トウさんでしょう。語は中国語でウーなのでウです。五老星としてはゴールディ・ロジャーをゴールド・ロジャーと呼んだようにルフィの D の名を隠したいようですが、ルフィの手配書にはもともと D がついていましたから相変わらずの無能星っぷりです。そんな五老星に手配書の発行をストップしろと言われた海軍ですが、どうやら CP0 のゲルニカからの指示だと言います。ゲルニカとはスペインの画家ピカソの反戦を描いた作品です。さらに異象と戦って死んだ CP0 マハもスペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤの作品に裸のマハなどがあるようです。このゲルニカとは生き残ったテナガ族の CP0 の男でしょう。そしてゲルニカのスペルはゲルニカですからギアニカとかけているのでしょうか。とにかくモルガンズは神秘的なルフィの姿、太陽の神ニカを気に入り、そのまま手配書としてばらまきます。情報操作はさせまいと高笑いをするモルガンズ。それはまさに王道の自由。前号ではジェンダー的な自由と表現の自由を行使してお風呂のシーンを描いた小田先生が1053話では報道の自由を描いています。この海で一番自由なやつが海賊王。ならば小田先生こそが海賊王。これが1053話の話数の語呂合わせ2つ目、自由の海。自由の海でしょう。圧力に屈しない自由なジャーナリストモルガンズが全世界に配った手配書はルフィ、ロー、キッド一律破格の30億ベリー。ルフィの懸賞金は30億ベリーでした。これが1053話の話数の語呂合わせ3つ目、善子未曾有。善子未曾有でしょう。善子未曾有とは未だかつてない出来事という意味です。この善子未曾有は1053話全体にかかる語呂合わせです。また1053話とつながる53話の扉絵ではアルビダがルフィの手配書のような似顔絵を見せてバギーが驚いています。ちなみにこの後ルフィは逆にバギーに驚きます。そして先週、ルフィの懸賞金予想は40億ベリーだと考えました。それは4校ビッグマムを2人で倒したローとキッドが20億前後で、ルフィの場合はニカを目覚めさせロビンも仲間にいるとなるとその倍の40億ぐらいでフィルムレッドの特典コミックスに合わせてくるかなと考えましたが、参戦長が一律で30億ベリーでした。伝説の悪魔の実を目覚めさせた上に一味の中にロビンもいるルフィが30億ベリーとはやや過小評価のような気もしますが、我々読者は戦いの詳細を知っていますが海軍はそこまで詳細は知らず、この3人が4校2人を倒したという位置づけだけでしょうか。懸賞金には残虐性も含まれます。これを知ったキッドは血相を変えて花の都へ向かいます。そして全世界に配られた手配書のとある町には革命軍サボの肖像画が飾られた町が登場しています。つまりルフィたちがワノ国で戦っている最中に全世界では同時に革命が起きている。だから海軍はワノ国どころではない。この辺も1053話の語呂合わせ自由の海でしょう。場面は変わって花の都のお城で食事を作る料理人。ここではワノ国の料理人が慎重に本膳料理を作っていますが、ジンベエ以外誰もいません。ジンベエは優しい男です。これが1053話の話数の語呂合わせ4つ目、人の誤算。人の誤算でしょうか。一生懸命本膳料理を作ったのに食べてもらえなかった料理人の誤算と、そして冒頭の五老星の誤算です。先週53話のサバ頭1号とつながって巨大な鯉料理が出ると予想しましたが、こちらは外れて厳かな本膳料理でした。一方ルフィたちは祭りへ繰り出し、ヤマトとチョッパー、子供たちと焼きそばやたこ焼きなど屋台の飯を食いまくっています。そんなヤマトの姿はもはや仲間でしょう。そして祭りではブルックのコンサートが行われており、そして光月おでんが愛した曲月姫を日和が奏でます。これが1053話の話数の語呂合わせ5つ目、ゼロを前につけて音のコンサート。音のコンサートでしょうか。そして場面は城内地下、ブルックが発見していたこけしが並ぶ地下室。
そこで出会ったのはロビンと天狗山秀津。なんと秀津はこの部屋に何年も幽閉されていた光月おでんの騎士先代光月すき焼き。天狗の面を外し、さらには耳たぶも外しました。これが1053話の話数の頃合わせ6つ目。東さん。東さんでしょうか。東さんこと光月おでんが好きな月姫を奏でる光月日和と、さらに光月おでんの父さん光月すき焼きの登場です。天狗山秀津とすき焼きはアニメで同じ声優であることや、二人ともこけしコレクターであることから前々から同一人物だと囁かれていました。この他にもツイッターで考えましたが、鬼ヶ島と尿ヶ島の類似点からクジャの先代ニョンバーが国の片隅で暮らしているなら、栗の先代すき焼きは国の片隅で暮らしていると考え、それは天狗山秀津かもしれないとも考えました。そしてロビンは魚人島でネプチューンに古代兵器ポセイドンの存在を突きつけたように、古代兵器プルトンの存在を突きつけます。ここまでワノ国には古代兵器ウラヌスが存在すると考えてきましたが、ワノ国にあったものはなんと古代兵器プルトン。クロコダイルが掴んでいたガセの情報を信じて、てっきり古代兵器プルトンはアラバスタにあると思い込んでいました。古代兵器プルトンはワノ国にある。それでは古代兵器プルトンの正体は何でしょうか。プルトンの正体について2年前このように考えました。こちらです。プルトンについて深く考えていくには、アラバスタの物語構成を一度考えておく必要があります。アラバスタで使われたモチーフは明らかに童話ピーターパンでした。片手が義手でワニを手なずけているクロコダイルのモチーフは片手が義手で逆にワニが嫌いなピーターパンのフック船長のイメージでしょう。そして砂団のモチーフはピーターパンのロストボーイで、次元爆弾が仕掛けられたアラバスタの時計台はピーターパンに登場したロンドンの時計台でしょう。そして時計台の爆発から国を救ったペルはピーターパンを救ったティンカーベルのイメージです。つまりペルとベルですね。このようにアラバスタの物語はピーターパンがモチーフとなっていると思われますが、ここで疑問なのが、なぜ小田先生は砂の国アラバスタでピーターパンをモチーフに使ったかという問題です。砂の国といえばアラジンやアリババの方がマッチするのではないでしょうか。ワノ国ではそのまま桃太郎の鬼ヶ島をモチーフとして使っているのにです。この謎を解く鍵はピーターパンのエンディングにありそうです。ピーターパンのエンディングではフック船長が逃げ出した後、海賊船の新たな船長としてピーターが乗り込みますが、その時ティンカーベルの粉を振りかけられた海賊船は空を飛ぶのです。しかしアラバスタでは空飛ぶ船は登場していません。空飛ぶ船が登場したのはピーターパンのモチーフとは異なる空島でエンデレが作った箱舟マキシムでした。このマキシムもプルトンと同じように島一つ消し飛ばす威力を持つ雷号を放つための役割を持っていました。この前半の海に登場した箱舟マキシムと表裏一体となってくる存在が後半の海では古代兵器プルトンだと思っています。故に古代兵器プルトンは箱舟マキシムのように空を飛ぶ可能性が高いと考えます。ワンピースにおいてプルトンが中心となった話はアラバスタとエニエスロビーの2つですが、この2つの話ではどちらも奇妙な悪魔の実を食べた物体が登場しています。古代兵器プルトンと悪魔の実を食べた物体は非常に関連性が高いと考えられます。こちらでは2年前古代兵器プルトンと悪魔の実を食べた物体は強い関係性があると考えましたが、天狗山秀津はタヌキの悪魔の実を食べた物体茶釜の文福くんをペットにしていました。そしてワノ国で注目すべきは空船です。2年前の動画では古代兵器プルトンとは空飛ぶ戦艦であると考えています。こちらです。202話の扉絵では長かった海底散歩の物語がクライマックスを迎え、はっちゃんがついに伝説の激うまたこ焼きレシピの地図を手に入れるというものです。その嬉しさではっちゃんは思わず海面を飛び上がっています。その姿はどう見ても8本足のタコの魚人はっちゃんが空を飛んでいるかのようです。22巻202話はアラバスタ王家の墓でロビンが古代兵器プルトンのありかが示されたポーネグリフを発見した重要な回であり、22巻202話を一文字ずつ足していくと8になるという意味深な回です。つまり伝説の激うまたこ焼きレシピの地図とは連想によってプルトンのイメージに変換できそうです。伝説の激うまたこ焼きレシピの地図、これは伝説の軍馬8本足兵器ありかを示すポーネグリフとはならないでしょうか。ポイントは激馬が激しい馬、つまり軍馬に変換できる部分でしょうか。はっちゃんの海底散歩は古代兵器プルトンが空飛ぶ8本足の軍馬ウマウマの実幻獣種スレイプニールを食べた戦艦である可能性を大いに示唆していると考えます。こちらでは古代兵器プルトンがもしも空飛ぶ戦艦なら、それは空を飛べる8本足の軍馬ウマウマの実幻獣種モデルスレイプニールを食べた戦艦であると考えました。これははっちゃんのたこ焼きの扉絵がヒントだろうと考えましたが、この1053話でルフィはたこ焼きを食べています。さらにワノ国では馬巫女と馬のスマイルスピードがルフィ側の味方になっています。さらにスピードは初登場で宝船を持って現れています。
そして空飛ぶ船、箱舟マクシムが登場した空島編とワノ国編のつながりも数多く考えてきました。ゴッドエネルが箱舟マクシムで空を飛んだなら、太陽の神ルフィは古代兵器プルトンで空を飛ぶ。さすがにこれらの理論、考え方はぶっ飛んでいますが、しかしわずかながら可能性は残っている気もします。さらにここで800年前、現在の世界政府と戦っていたであろう世界各国の勢力図が見えてくるでしょう。アラバスタで守られていたプルトンのありかの情報。そのプルトンはワノ国にあった。シャンディアで守られていたポセイドンのありかの情報。そのポセイドンは魚人島にあった。このように考えると、先代のニカ、つまりジョイボーイを中心にアラバスタ、ワノ国、シャンディア、竜宮王国、そしてゾウのモコモコ王国、さらに滅ぼされたある巨大な王国、これらの国々は同盟を結んでいた。ルフィ曰く、同盟とは友達のことです。となると、最後の一つ、古代兵器ウラヌスはどこにあるのでしょうか。古代兵器ウラヌスは2年前の動画では、魚人島に大洪水伝説の箱舟ノアがあることから、月を操作して潮を満ち引きして全世界に大洪水を発生できる装置だと考え、ウラヌスの所有者は天竜人かもしれないとも考えました。場面が変わってうどんの元囚人採掘場。なんと20年間枯れ果てた荒野だったあのうどんの周りに花焼きが大盛りになっています。つまり大盛りうどん。一旦ここで動画を区切りましょう。後半へ続く。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。